にちは、吉岡直樹と申します。ジャズベース講座の9回目ということで、今日はメジャースケールの6度のインターバルについてお話しします。メジャースケールのインターバル続いております。しつこいぐらいかもしれませんが、とても大切なので続けていきたいと思います。狙いは3つあるんでしたね。1つ目はメジャースケールそのものの理解。それから2つ目、合理的で一貫性のある運指法の獲得。3つ目としてフィジカルなトレーニング、特に準備の動きが大切ということでした。さて、中級者以上の方、メジャースケールはもう分かったよという方はですね、ぜひ、メロディックマイナースケール、こちらに取り組んでいただいてはいかがでしょうか。ジャズでは上行形、下行形、同じ、スケールを使います。それから、それももう分かったよという方はですね、メジャースケール、あるいはメロディックマイナースケールのそれぞれのモード、例えばドリアンであるとかフリージアンであるとか、あるいはウルタードスケールであるとか、あるいはミクソリーディアンのシャープ4であるとか、こういった実用的なスケールたくさんありますので、こういったのにも一つ一つですね、そうですね、私の場合は1年に1つとかそのぐらいのペースで、増やしていったような気がしますが、インターバルさまざまなスケールで、練習していってはいかがかと思います。とても良いスケールスタディになると思います。それでは、メジャースケールの6度について、お話していきたいと思います。まずは E メジャースケールの6度です。このようになります。実はとても難しいです。一つ一つ丁寧に、説明していきますが、大切なのは、準備ですね。次の音をイメージしておくということです。まず E の音ですが、これは、C シャープを押さえた状態で始めます。そして C シャープを弾くときには G を2の指で押さえる。そしてポジション移動して F シャープなんですが、この時すでに、D シャープの音を一度押さえておきます。D シャープを弾くときは4の指で G を押さえます。そしてこのペア1の4の指を押さえたまま次の、ポジション移動することによって次の6度ができます。で E の音を弾きます。そして次は、A の開放ですが F シャープを押さえます。そして F シャープを弾くときには C を2の指で押さえてポジション移動。その時、1の指の G シャープはすでに押さえます。そして、G シャープを弾くときには C を押さえます。そしてポジション移動するんですが、その時、2の指を G 線で押さえます。すなわち A シャープ B フラットを押さえておきます。そして次はポジション移動してその2の指で、A の音を弾くのですが、その時、1の指は D 線の D シャープのところを押さえておきます。その D シャープを弾く時には、4の指で A シャープあるいは B フラットの音を、捉えておく。そしてポジション移動してその音が B になります。1の指を押さえたままここに E がありますね。で14の、指の形を保ったまま、最後の C シャープです。で、C シャープなんですが、今度は下りです。この C シャープの時にすでにもう今 F シャープを押さえたままですね。それが、E の準備になってます。そして、この時は B を押さえてます。で、次、1の指と2の指になってるはずです。つまり A の音を押さえてる。で、今度 A を弾く時には、小指が、A 線の C を押さえてます。そしてこのようになってるはずです。1の指は A の音を押さえてます。そしてポジション移動をして、G シャープになりますが、この時2の指で B の音を押さえてます。そして、B を弾く時には今度4の指で F の音を弾いて、そのままポジション移動です。F シャープですね。そして次 A の時なんですが、もし可能であればその次のペア E と G シャープをもうすでに押さえておければ素晴らしいです。なかなかこれ難しいです。そして、E の音 G シャープですね。そして、1の指と2の指で今度 D シャープと F シャープのペア。で F シャープを弾くときは C を押さえといてポジション移動。
このようになります。大変難しいですね。丁寧に練習してください。それでは、A メジャースケールの6度のインターバルに進みたいと思います。説明していきたいと思います。最初の A の時は、F シャープを押さえておく。そして次は C を押さえるんでしたね。そしてポジション移動します。この時 G シャープも押さえます。そして次の G シャープで C を押さえます。そしてこの形のままポジション移動。そして、次の開放の時 B を押さえます。そして B を押さえる時に今度1を押さえます。そしてこの形のままポジション移動。そして次は、2の指を押さえますね。でまた H4 の形に戻ります。この形のまましばらく続きます。ここで2の指を押さえます。そしてまた14に戻ります。そして、次のですね、D の開放の時にもし可能であれば、その次のペアをすでに押さえておきます。そして今度は1、2ですね。でこの時 F を押さえます。このようになります。続きまして、D メジャースケールの6度のインターバルです。最初は B の音を押さえて D を弾きます。そして B を弾くと同時に今度1、4の、E を押さえて1、4の形になってます。しばらくこの形でシフトしていきます。で次にですね、B を弾くときに今押さえてる4の指を離して1、3の状態にしておきます。こういう状態ですね。そして、このままポジション移動して、その時、2の指を押さえてることが大事です。そしてまた1、3に戻ります。ここで2を押さえます。でまたここで1、3になりますが、今度、ここで4を押さえてることになりますね。このようになります。続きまして G メジャースケールの、6度のインターバルです。それでは、詳しく説明していきたいと思いますが、最初のペアを、あらかじめ押さえておきます。そして、ここで F シャープを押さえて A の音を弾く。そして F シャープを弾くと同時に B を押さえる。そして次 G の開放の時 C を押さえておいて、C を弾く時には A を押さえます。で次は、B を押さえて D を弾きます。で B を弾く時には1の指で E を押さえます。次 C を弾く時には F シャープを押さえますね、2の指で。そして今度はまた1、4に戻ります。下りです。ここで2の指を押さえます。でまた1、4に戻ります。で次の開放の時にですね、もしできれば次のペアを押さえておく。D を弾く時に C と A を押さえて D を弾く。そしてこの時にですね B を押さえるんですが、もし可能であればその次の F シャープも押さえておく。でこのようになって、次は A の開放の時に E と G を押さえておくといいですね。
このようになります。ちょっと難しいですね。後半ちょっと難しいです。開放が絡むと少し実はこれ難しいです。続きまして C メジャースケールの6度のインターバルです。それでは説明していきたいと思いますが、最初はダブルストップで押さえます。そしてここで B を押さえます。で B を弾くときに E を押さえます。しばらくこの形が続きます。次に2の指が出てきます。で B を弾くときに、4の指を離して、2、3の形にします。それが次の D の3の指の準備になってます。ここで1、3になります。ここで2の指を準備、そして2、4になってますね。でここで、1、4に戻ります。しばらく続きます。で次の D 線の開放の時にもし可能であれば、次のペアをセットしておく。このようになります。続きまして F メジャースケールの6度のインターバルです。ちょっと怪しいところもありましたが説明していきたいと思います。まずは次、D の開放の時に G を押さえます。そして、E を押さえといて、G を弾きます。そして今度、F を押さえて A の開放、そして F を弾く時は、B フラットを押さえます。次、C を押さえて G を弾きます。そしてA を押さえて C を弾きます。で今度 B フラットを押さえて D の開放ですね。で、B フラットを弾くときには E を押さえます。次、1、4になっています。下りです。ここで F シャープの1を 2で押さえておいてポジション移動で次の、D の開放の時もし可能であれば A と C を押さえておくと面白いです。次の G の開放も、B フラットと F を押さえておくとここまで一気に弾けますね。で今度次の、A の開放は A と E と G をもし可能だったら押さえておきましょう。そして、F を押さえて D ですね。最後のところ、これはゲームみたいなものでなかなか難しいですね。弓だと意外とうまくいくんですけど、ピッチカートだとなかなかシビアです。続きまして、B フラットメジャースケールの、6度のインターバルです。それでは説明していきたいと思いますが、まず B フラットを弾く、次に C を押さえて G を弾きます。そして、A を押さえて C を弾きます。そして、A を弾きます。そしたら今度、B フラットを押さえて D を弾きます。そして E フラットを押さえて、B フラットを押さえます。で、しばらくこのまま、この形が続きます。ここで、2を押さえておきます。で次、B フラットを弾くときに4の指だけ離します。それが G の準備になります。ここで1、4になってますね。次、ここで2の指が出てきます。また1、4に戻ります。次なんですが、ちょっと難しいんですが、もし可能だったら、A と C を押さえておくと面白いということです。
まあ面白いというだけかもしれません。続きまして E フラットメジャースケールの6度のインターバルです。説明していきます。最初は5度で押さえておいて、ここでポジション移動ですね。しばらくこの形が続きます。ここで、1、3にあらかじめ準備しておきます。そして、今度は2の指が出てきますね。そして、1、3です。ここで2を、あらかじめ押さえておいて、1、3に戻ります。今度は1、4です。しばらく1、4です。このようになります。続きまして、A フラットメジャースケールの6度のインターバルです。では説明していきたいと思います。最初は、ちょっと厳しいんですが、この6度をダブルストップで押さえておいて、ここで1の指が出てきます。そして、次 C を押さえて開放ですね。1を押さえます。今度は、4、2になってますね。で、B フラットを押さえるときに1の指を E の位置を押さえておいて、今度はここで5度を作ります。1、4ですね。そして、ポジション移動。で、今度は2、4になってます。また1、4ですね。ここで2を押さえます。1、4に戻ります。今度は1、2になってますね。そしてポジション移動。で、今度は1の指、4の指になってます。ここも同じですね。で、今度は B フラットを押さえて、次、E のナチュラルを押さえて、今度は A フラットを押さえます。このようになります。続きまして D フラットメジャースケールの6度のインターバルです。説明します。最初はダブルストップで D フラットと B フラットを押さえて、次はここで E を押さえてます。そしてポジション移動。ここは5度を作っておくんですが、すぐポジション移動ですね。しばらくこの1、4が続きます。ここは2、4です。そしてここで3の指になります。で、1、3にここで変わります。ここで2の指が出てきて、で、2、4になりますね。ここは A を押さえておいて、このようになります。続きまして、G フラットあるいは F シャープメジャーの、スケールの、6度です。説明していきたいと思います。最初はダブルストップを作っていきます。そしてこの次の時にもう G を押さえておいて、そしてここで今度2の指を押さえておきます。そして今度1が出てきます。そして今度はここで、1、4と押さえておいて、今度は4、4、2ですね、に変わってます。そしてポジション移動、1乗も押さえてます。で、今度4の指を押さえます。そして今度はここで2が押さえられてます。今
今度は1を押さえます。そして、14の5度になってますね。その次は24になってます。そして続きまして、14に変わります。ここで2の指が出てきます。そして14に変わり、そして12になってます。そしてここで24ですね。今度はここで1に、G 線をチェンジしてます。今度12です。でここで4を押さえます。で、今度12に変わってます。そして24でここで、14に変わってます。そして、ここで12ですね。このようになります。大変難しいですね。最後に、B メジャースケールの6度のインターバルです。それでは説明していきたいと思います。最初は、ダブルストップで押さえておいて、次、G シャープを弾く瞬間に C の音を押さえます。そして今度、A シャープを押さえてます。でその瞬間に、E を、押さえてます。1の指ですね。そしてここで、5度なんですがすぐポジション移動します。この形がしばらく続きます。ここで4になってます。ここで、13ですね。14、そしてここで2が出ます。次なんですが、ここで12になってて、ポジション移動ですね。そして、ここで14に変わってます。そして最後に12ですね。このようになります。いかがでしたでしょうか。6度、長6度、短6度っていうのはそれぞれ短3度、長3度を、展開させた音程、いわゆるハモる音程、不完全調和音程と言いますが、練習していてですね、気持ちいいと言いますかですね、イントネーション、ピッチの改善につながるのではないかと思います。また準備の動きがトリッキーですね。一弦飛ばしでダブルストップをしたりですとか、あとはストイックな方はですね、開放弦の時に次のペアを押さえておいたりだとかですね、こういったトレーニングをすることで左手の形ですね、アーチをきちっと作るということが必要です。従いまして、左手の向上、強いては音色の向上ですね、そこにつながるものと、期待できるかと思います。特にですね、若手の方、特に中高生ですね、頭も体も柔らかいですから、楽器を始めた、かなり早い段階でですね、こういったトレーニングを積んでおくというのは非常にアドバンテージになると私は考えております。ですからぜひ、そんなことをみんなやってないだろうっていう考え方もあるかもしれませんが、いやいや人がやらないから自分が取り組むんだという考え方もあるわけですね。ですからぜひそこで、個性オリジナリティということにもつながりますし、あるいは、確実な、スキルアップにもつながりますので、ぜひ、ここはですね大切に、取り組んでいただければと思います。最後までありがとうございました。